はい、どうもゆうです。今回はですね、ディビライエリート、勝率9割超えたカスタム紹介していきたいと思います。でですね、これに関しては今流行りの4213になります。で、カスタムに関しては完全に自己流というか、自分が気になったカスタムでやったんですけど、結局1回も負けずに1分け以外、全勝でいけました。はい。で、メンバーもこんな感じでやってましたね。はい。で、左サイドバックに関しては、トレカなんですけど、他は当たったりとか、両サイド SBC 使ってたりとか、ここも SBC ですね。したんですけど、結構うまくいったんで、このカスタム紹介していけたらなと思います。で、選手選考であったりとか、カスタムを含めて紹介できたらなと思います。では早速見ていきます。戦術ですね。バランスになってます。高さは高いにしております。はい。で、役割なんですけど、キーパーはこのままゴールキーパーで、ディフェンスはディフェンダーのディフェンスにしております。ここまだ試せてないんですけど、重視ですね。自分がよく4-2-3-1でやってた、バランスですね。これをもう一回試してみたいなと思います。ただこれでも守備結構うまくいってたんで、十分これでもいいのかなと思います。で右サイドバックディフェンスの左ウィングバックですね。これに関しては両方ウィングバックであったりとか、両方サイドバックも試すのもありなんですけど、やっぱりここのスペースを使いたい。真ん中がインサイドフォワードで中に入れるんで、その両サイド上がるっていうのが結構ポイントになるかなと思うんで、ウィングバックの選手を入れたいなっていうのがやっぱポイントにはなるかなと思います。ただ両方上げるとそこを突かれる可能性もあるんで、自分はウィングバックプラプラと、サイドバックプラプラ片側ずつ入れたいなっていうのが、このカスタムのポイントにはなるかなと思います。で、真ん中ですね、ボランチディフェンスにしております。これに関しては、前回の4-2-3-1に続いて、自分のポジション取りの2ボラの理想のポジション取りが、このボランチディフェンスが個人的に合ってるんで、これに関してはレジスタでもいいですし、その選手に合った役割を試すのも一つありなんじゃないかなと思います。で、トップ下ですね、プレイメーカーバランスで、これに関しては自分がよくやってたビルドアップ試したんですけど、降りてきすぎて、4-3-3をやってる感じになってしまうんですよね。ビルドアップにしちゃうと。で、相手の嫌なポジションに立たないんで、そこがちょっと残念だなっていうところでバランスにしてました。でバランスにしたら結構ハマってですね、結構嫌なポジション取りするんで、ダイレフラスでここも狙えるし、ここに当たった時に両サイドに鋭いパスであったりとか、サイド振ったりができると。で、サイドバックもうまく使えるってところでトリガーナかけて、ここからロブタツに入れるってこともできるんで、ここに関してはプレイメーカーバランスが一番いいのかなと思います。で、左サイドに関してはインサイドフォワードプラプラですね。ここを試しても面白いかなと思ったのはオフェンスも試してもいいのかなと思ったんですけど、バランスが一番、ポジション的にですね、守備も多少入りながら、前線もちゃんと残ってくれてるんで、そういった面で言ってもインサイドフォワードプラプラの選手を両サイド置くのがありなのかなと思います。で自分はサッカー結構気に入ってて、これも4-2-3-1の時のつながりになるんですけど、やっぱ高精度プラ置いてることによって、縦の突破もできるし、中空いてれば中入って、高精度狙えるんで、それでも結構点入れました。リューライの時にも。なので、このインサイドフォワードプラプラで、中、入りつつも、空いたところをこのサイドバックトリガーランであったりとか、ウィングバックはそのまま上げて、そこを使うっていうのもできるっていうのも一つかなと思います。で、遅攻もできるし、ここの速い攻撃ですね。ダイレフラスで縦もいけると。で、中盤に関しては強パス2人入れてて、ここに関しては、ティキタカプラスとか他でも十分ありかなと思いました。ケミの関係でこのドーグラス・フェイスにしてましたけど、他の選手でも十分ありかなって、もうちょっと守備的な選手とか、例えばカンテでもそうですし、あとは、今、コスパのめちゃくちゃコスパなんですけど、こちらの選手ですね。レインデルスとかも十分ありかなと。あとパトリ、SBC パトリとかも十分ありかなと思います。で、強パスにすることによって、ここに、的確当てたいとか、ここも当てれるんで、折り返しですね。サイドから折り返しで縦、ここに当てたりとかできるんで、そういった面によっても的確プラスを2枚入れたっていうのはあります。これに関しては、本当にいろんな選択肢あるかなっていうところですね。はい。で、フォワードに関しては、自分はここにもうでかいの、もともとスミスですね。大会中はずっとスミスでしたけど、久々にドログバ使ったら、こう抜けた時の、追いつかれにくさはやっぱドログバとかのがあるなと思いました。やっぱ長い選手強いなと思います。なので、
ストレーフとかで置き去りしたいのか、例えばビニを真ん中持ってきたいとか、バペを真ん中持ってきたいとか、他の今のエボでの91選手を真ん中持ってきたいとかも十分ありなんだなと思うんですけど、やっぱりダイレフラスとか使うんだったら長いの選手を真ん中置くのも十分強いなっていうのはやっぱ感じました。トップ下に関してはやっぱりパスできて、ある程度ドリブルできる選手がいいのかなと思います。中盤に関してはできた予測持ちのパスが上手い選手。で、ドリブルもできる選手。で、サイドバックに関しては個人的には、このサイドバックとウィングバックを置くっていう感じですね。で、センターバックはもう予測持ちを置くっていう感じです。で、両サイドはできれば、高精度プラと持ってれば一番良くて、インサイドフォワードプラプラですね。が理想かなと思います。なので、今回のエボも結構重要視して作ろうかなと思ってるんで、ちょっと悩みどころではあるんですけど、こういった感じでちょっとやっていきたいなと思っております。4-2-1-3バランスの高いですね。はい。ここで結構おすすめなんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。で、また、この試合シーンとかに関しては、ちょっとだいぶ、ちょっと最近できてないんで、できてなかったかなと思うんですけど、また別途出したいなと思ってるんで、よければそれを見ていただけたらと思います。カスタムに関しては左上に載せてますので、これを概要欄も含めて載せておこうと思うんで、よければ、X にも載せようと思うんで、よければ見ていただいて使っていただけたらと思います。それではですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。と思います。自分としては今のところトレード収入としては4500万というふうになってます。実質コインで言うと多分3000万ぐらいかな、多分。だと思うんですけど、これに関しては利益というか、手数料が入ってないとか、いろんな兼ね合いがあってちょっと差額が出てるんですけど、今作もそれぐらいのコインは増えたかなと思います。自分自身今作に関してめっちゃ、大会も結構ほとんどっていうか全部参加してきてるんで、1回の FCS 以外は全部参加したんじゃないかなと思うんですけど、その時の大会のスカット組んだりとかでも結構損害としては大きかったので、それ踏まえた上での、この金額だったら今作もできたかなとは思ってます。一応自分としてはトレード収入とかは全然オープンにしてるので、皆さんにも結構X とかで載せたりとかもしてますけど、前作で言うと5000何百万、前々作で言うと6000万っていう感じでした。で、今作も選手がねやっぱ高いので、そういった面で言ってもコインは結構必要かなと思います。大作も同じ感じでね、情報は出していこうかなと思うので、その加入についてはですね、よければ概要欄の方に詳細全部書いてますので、Twitch であったりとか YouTube についての方も載せてますので、よければそれを見ていただけたらと思います。で、どんな感じで出してるのってとこなんですけど、これは転売成功案件になります。自分も直近で出たシャビとか、79,000買ったやつを10万とか11万で売りましたよとか、3万で買ったディフェンスの3万8,000とか4万とかで売ったよっていうやつになりますね。で、ちょっと最近で言ったらね、情報が少なくはなってきてるんですけど、こんな感じで誰々がおすすめだよっていう、何本ぐらい狙って、何本で売った方がいいよっていうのをこんな感じで載してるっていう感じですね。あとはもう Excel とかでも、こういう感じで Excel とかでまとめたりしてて、こういった情報を出してるという感じになります。ちょっと終盤になるにつれてね、情報量としては、やっぱり移籍市場としてもちょっと動きにくかったりもするので、そういった面で言っても、ちょっとやりにくい状態ではあるんですけど、それでも一応、増やしていってるっていう感じにはなります。今作はやっぱり男女になったりとかで、各レートの仕込みであっても結構上がりにくかったりもしたんで、ちょっと難しさっていうのは出たんですけど、そこもちょっと工夫しながらですね、対応はできたかなとは思ってるんで、来作も、多分またパターン変わってくるかなとは思うんですけど、ちょっと今作とか前作、前々作の知識を使ってですね、皆さんにいい転売情報を出していけたらなと思っています。FC24 の転売情報ですね。で、プレイに関しても、一応対応とかしてて、自分としてはランク1だったりとか、FCS で言ったら、ちょっとオフラインはいけてないですけど、オンラインにベスト16ですね。グループリーグ突破の決勝トーナメントベスト16は3回残ったりとか、っていうのが、一応自分の中での実績ですね。アジア大会も出たりとかもありましたけど、そういった実績とかもあるので、そういった、カスタム戦術とかの共有であったりとか、おすすめ選手とか、エボリューションとかも含めてですね、こういった感じでね、やってるんですよね。一応こんな感じで。はい。このコーチング動画に関してはまた前にも1回出したと思うんですけど、コーチングしますよっていう感じのやつですね。こういった感じで募集かけてまたやっていこうかなと思ってるんですけど、おすすめ選手であったりとか、誰々強いよとかいうのをこういうのに出してるので、
興味ある方は、ぜひ、概要欄見ていただいて入っていただけたらと思います。ということで、最後にですね、このチャンネルですね。よければチャンネル登録していただいて、動画の方に関してはもう本当にレビューとかカスタム戦術とか、プレイのところとかですね、メインに出してるんで、別の情報ですね。やっぱり、これを特典にしてる関係上、こういった FC20 の転売情報とかは、YouTube のコメントとかでは、回答しづらいんですけど、ライブ配信とかでは一応ね、もう限られた時にしかやってないので、回答してるっていう感じにはなってるんで、よければ、そういったところも見ていただけたらなと思います。で、チャンネル登録も、5000人目指してるってこともあるので、よければしていただけると嬉しいです。こういった感じで動画の方もまだ引き続き出していくので、皆さんよろしくお願いします。ディスコードに関しては、何度も言うように概要欄の方を見てください。それでは、また。